はいどうもボブです。私は今せっかくセブ島に滞在してるんで、今回はセブ島の歴史とか文化に触れていきたいと思います。で、昨日セブ島の歴史的観光地とかに行ってみたいなと思っていろいろ調べたんで、めっちゃ正直今すっごいワクワクしてます。で、今回絶対に行きたいところが4つあって、1つ目が、マゼランクロスで、2つ目がサントニーニョ教会、3つ目がサンペドロ要塞、4つ目がラプラプ像とマゼラン記念碑。この4つは絶対行きたいと思ってます。で、あとは時間を見ながらセブ遺産記念碑っていうところとコロンストリートっていうところにも行きたいなと思ってます。で、今からセブの観光地を回っていくわけなんですけど、僕今でセブ島で滞在2週間半目ぐらいになるんで、なんか海外旅行のような国内旅行のようなね、変な感じになってます。はい、皆さんもぜひ日本では感じることができない非日常をこの動画で一緒に味わっていただければなと思います。それではレッツゴーボブトラベル。はい、今回の動画を見ていただく上でマゼランの存在は非常に重要になります。世界一周のマゼラン、頭の片隅に入れておいてください。はい、今日はですね、バスかジプニーに乗って移動していきたいと思います。行き先は前の動画で紹介したカルボンマーケットっていうところの近くにあるんで、カルボンマーケット行きの今のカルボン行きやったな。カルボン行きのバスかジプニーに乗りたいと思います。距離4キロあるんで、できれば快適なバスの方がええな。値段もあんまり変わらへんねん。これカルボンって書いてますね。これ乗りますわ。はい、ジプニーね、こんな感じで乗っていくんですよ。もうどこで止まってもいいし、どこでも降りれる感じです。こんなんですね。で、初乗り運賃がだいたい13ペソなんで、今から13円を払うんですけど、もう運転手の人にバケツリレー方式で渡していきます。13ペソちょうどあったんで渡していきたいと思います。Excuse me. Thank you. 僕の初乗り運賃13ペソが運転手さんの元に届きました。では今からカルボンまで行きたいと思います。もうちょっと前の方行きますね。で、前に乗るっていうことは自分がもうバケツリレーの中継役になるっていうことですね。皆さんジプニーの前に乗る場合は中継役として、頑張ってください。めっちゃ乗ってきた。めっちゃ乗ってきましたね。で、しっかりと Google マップ見ながらジプニーに乗って目的地が近づいてきたら降りようと思います。まさかのカルボン行きじゃなかったです。初心者の皆さんはちゃんと運転手に、これカルボン行きますかっていうのが尋ねることが大事やなと思いました。次からは、尋ねていきたいと思います。で、初乗り運賃がだいたい13ペソなんで、はい、それではバスかジプニーに乗っていきたいと思います。で、これがカルボンって書いてるんで、これかな、これカルボンマーケット行けるかもしれん。聞いてみます。 Excuse me, is this your carbon market? OK。バスに乗ることができました。初乗り運賃がだいたい15ペソぐらいで乗れます。書いてました。15ペソです。 How much is this carbon? 20。運転手さんお釣りがなくて困っちゃってます。すいません。セブ島なんですけど、飲食店行くにしても乗り物乗るにしても結構お釣りがないこと多いんで、小銭はしっかり準備して持っておく方がいいと思います。でもセブ島の旅行暑いんで、必ず水は持っていくようにしましょう。めっちゃ涼しくて心地がいいです。お釣りがバケツリレー方式で戻ってきました。17ペソだったみたいですね。
今歩いてるのが後で来ようかなと思ってるコロンストリートなんですよね。ではここから550メートル先にマゼランクロスがあるとのことなんで歩いていきたいと思います。何の音や。なんかパーティーチックな音楽流れてますね。お、やたらとセブ島にある銀行ですね。この BDO っていうやつ、ずっと僕 BDO を使ってます。猫が水飲んでるのか、なんか魚狙ってるのかちょっとよくわからないです。銀行がすごいな。で、今日行きたい4カ所の回る順番は、まず最初にマゼランクロスに行って、で次にサントニーニョ教会に行って、でその次サンペドロ要塞で、その次にラプラプ像に行きたいと思ってます。でね、最初の3カ所はもう徒歩圏内にあるんですけど、ラプラプ像とマゼラン記念碑のところだけすごい離れた、もうセブ島じゃないマクタン島っていう別のエリアにあるんで、まず3カ所回った後、ラプラプ像のところだけはタクシーで行こうと思ってます。ラプラプ像があるところはマクタン島っていうところなんですけど、セブ島本島の近くにマクタン島っていうところがあって、セブ島とマクタン島の距離関係で言ったらもうめちゃめちゃ近くて、もう沖縄で言うたら沖縄本島と小売島、小売島みたいになってます。で、皆さんがセブ島って聞いて、僕自身もそうだったんですけど、セブ島って聞いたら、リゾート地とか、海を想像すると思うんですね。めちゃめちゃ海やな、ビーチやなっていうのはもう基本的にもうマクタン島の方でした。セブ島はどちらかと言ったら都会、こういうセブ島の方がどっちかと言ったら街ですね。マクタン島の方がリゾート地っていうところです。で、皆さんそんなこと言ってたらね、マゼランクロス出てきました。じゃじゃん、マゼランクロスでございます。この見えてる建物が八角堂っていうやつで、この中の中心にマゼランクロスがあります。フィリピンにおけるキリスト教の始まりの場所です。めっちゃ重要な場所です。皆さん記念撮影してありますね。なんやろ、めっちゃ子供の声聞こえる。小学校なんかな。で、このマゼランクロスのこっち側には植物が売ってたり、バナナとかいろいろ売ってますね。果物が売ってるところもいっぱいあります。すごいな。あ、出てきた。マゼランクロスがちらっと見えた。この真ん中にあるやつですね。行ってみよう。行きますよ、皆さん。うおー、これがマゼランクロスでございます。お、日付が書いてある。1521年4月21日って書いてますね。1521年って言ったら信長のちょっと前ぐらいかな。世界一周したことで有名なマゼランたちがこのセブ島の地にやってきて、当時のセブ島のトップだったフマボン王っていう人たちがそのマゼランのキリスト教カトリックを受け入れて洗礼を受けたとされてます。で、その洗礼を受けた時の様子がこの天井にある壁画なんですよね。あれマゼランっぽくない？全然分からずに見てるんですけど、めっちゃ明らかに教えてますよねこの方マゼランっぽいな。すごい。十字架を埋めてる様子ですね。多分これのことやと思います。なんか服装を見ればそれぞれの人の立場が分かりますね。この人は明らかにキリスト教やなっていうのが分かりますし、
でもこのナイトみたいな騎士みたいな人は完全にヨーロッパのナイトなんでしょうね。でこの人たちは、現地の人なんやろなっていうのが分かりますし、でこの武器持ってる人も格好からして多分セブ島現地の兵士なんでしょうね。全然分からなく見てるんですが、もう勝手なイメージです。でこの絵のこのちっちゃい銅像みたいなやつがサントニーニョ像っていうやつだと思うんですね。サントニーニョ像って何かって言ったら、イエス・キリストの子供の頃の銅像です。でこのサントニーニョ像を祀ってる教会が次に行くサントニーニョ教会っていうとこなんで、また楽しみですね。マゼランがキリスト教布教のためにこのセブ島にやってきて、で当時セブ島の王様だったフマボン王っていう人がそれを受け入れて、でそれでマゼランがここに十字架を建てたとされてます。だからもうここでフィリピンのキリスト教が始まったっていうことですね。すごいなんかエネルギーを感じます。でこの十字架の下にろうそくがやたらと置いてるんですね。でろうそく配ってる人がいるんで、ちょっと見よう見まねで僕もやってみようと思います。自分の家族の分だけここに置くそうです。僕は4人家族なんでこれを置いていきたいと思います。ちょっと見よう見まねで申し訳ないですけど、すごいな。なんかちょっとテンション上がってます。楽しい。なんか勉強してきてよかった。セブ島2泊3日とか3泊4日とか普通の旅行でここに来いって言ったらちょっともったいない気もするかもしれないんですけど、1ヶ月2ヶ月とか留学とか滞在される人はね、ぜひせっかくセブ島に滞在するんやったら来ていただきたいスポットですね。もうすごく勉強してから来ると楽しいです。でこのマゼランクロスなんですけど、最初置かれてた当時は木製だったみたいなんですよ。この壁画見てみたらちょっと気になってますね。最初木製だったみたいなんですけど、なんか人々がね、もうこれマゼランクロスがあったら万病防げるし願い事叶うからっていうことで人々がめっちゃ削り取ってまうようになったみたいなんですね、この木製のマゼランクロスを。やからその後マゼランクロスは外をレプリカ製のもので覆って一般人に削り取られるのを防いだそうです。でこの周りにある八角堂も一般市民から十字架を削り取られるのを防ぐ目的で建てられたとされてます。でこの八角堂なんですけど、ほんまに八角形やと思いますか？ちょっと気になりますよね。八角形じゃなかったらもうめっちゃ切れたろ。じゃあここから数え始めますね。1、2、3、4、5、6、7、8。最初数えたとこ、ちゃんと八角形です。で世界一周で知られてるマゼランなんですけど、僕の場合はね、世界一周さえもそれさえも知ってるからちょっと微妙なところだったんですけど、マゼラン自身は実は世界一周はできてなくて、世界一周の途中で死んじゃってるんですよ。でその後マゼランの船の残ったメンバーで世界一周を果たしたみたいなんで、マゼラン自身は世界一周できてないそうなんです。でどこでマゼラン死んでもたんって言ったら、なんとこのセブ島の地なんですね。めちゃ面白くないですか？その謎も後ほど解明していきたいと思います。めっちゃ写真撮ってもらえるやん。俺も撮ってもらおう。めっちゃもうサービスエグい。10枚20枚ぐらいリアルに撮ってもらってるわこの人。俺も撮ってもらおう。アナダーポーズ言うてる。
サービスエグいやろ。皆さんマゼランクロス取りに来られるときはもうね、このキリスト教のカメラマンの方ついてます。めちゃめちゃ撮ってくれてます。後でお金請求されるっていうこともどうやらなさそうですね。そんな煩悩の塊やろみたいなことはね、教会の方はしないと思います。 Excuse me, can you take a picture of me? Okay, thank you so much. Thank you. ありがとうございます。ありがとうございます。友達。誰友達は今会ったとこや。でも友達。今会って数秒。はい、ありがとう。そんなん言うと誰でも友達。ありがとう。なんかちゃんと営業してくる。しっかり営業してくる。セブンシティツアー。Please come here. いや、皆さんセブツアーぜひ行ってください。My name is Sosimo Cabalda Vlog. Sosimo Cabalda Vlog. Okay. Sosimo Cabalda Vlog. Okay. Please recommend. Yes, thank you. 教会行く前にせっかくやし、さっき果物を売ってたとこちょっと行ってみましょうか。ここですね。なんか食べたいような食べたくないような、なんかお腹の減り具合が微妙な感じです。おお、すげえ。うわ、でもね、フィリピンバナナもう大概一房で売ってるんで、一本で売っとったらめっちゃ助かんねんけどな。お、野菜も売ってるな。野菜売ってる。あ、これ何やろ、ドリアンかな。あ、へい。 Is this durian? No? It's sarsu. Sarsu? What is this? What is that? Dragon fruit? No, it's a fruit. Fruit? Yeah. いやちょっとよくわからなかった。 Thank you. Oh, durian? Is this durian? No? It's jackfruit. Jackfruit? Oh, is this mango? How much is this? 100 per kilo. 100 per kilo. 1キロ100ペソ。100 peso per kilo. Wow! Oh, amazing! Thank you so much. So you buy 1キロ 100ペソやって1キロ270円。安いにも程があるやろ。ちょっとバナナ1個ね、ちょっとつまめるもんがあったらよかったんですけど、それはなかったですね。ちょっとここからは立ち去りたいと思います。では次はサントニーニョ教会に向かおうと思います。さっきの絵にあったキリストの子供の頃の銅像が祀られてある教会です。で、キリスト教の中でも宗派でいうとカトリックの教会みたいですね。それではサントニーニョ教会に向かいます。いきなり何やろ、荷物チェックかな。ドレスコードチェック的なのがありましたね。荷物チェックなんかな、ちょっとよくわかんない。うおお、やっぱりここは小学校っぽいですね。足のマッサージしてるとこもある。もうエントランス入ってすぐのとこに水が売ってあるんで助かりますね。水も全然ユニバ価格とかじゃなくて15ペソで売ってます。で、隣にちょっとおしゃれなゴミ箱がありますね。エントランス入ってすぐのとこに火を灯すとこがありました。僕もやってみようと思います。こんな感じでいっぱいキャンドルがある。これを持って僕もやろう。
日本では仏教のお寺にいっぱい行ってたんで、今回キリスト教のね聖地を回るっていうのはとても新鮮でね面白いです。ここでもサントニーニョが祀られてます。間違えてたらすいません。多分聖母マリアやと思います。すごい、もうサントニーニョ像こんな扱いです。すごいなあ。キャンドル灯すとこの近くにトイレもあった。便利ですね。はい、サントニーニョ教会自体はここになるんですけど、もうこの辺り一帯キリスト教公園みたいな感じで公園が広がってます。すごい、こんな上にも登れるとこがあるみたいですね。ちょっと登ってみようかな。Excuse me。これさっき赤いろうそくやってたとこですね。ちょっと登っていこうと。おー、あ、ここにもおしゃれなゴミ箱がある。お、なんか結構すごい。うわー、なんか何やろ、競技場みたいになってる。こんなんなんや、広場って。うわ、あっこに祀られてるのはもうまた幼い頃のキリストサントニーニョですね。上にもサントニーニョがある。すげえ、こんなんなんや。教会はここにあります。カラーンカラーンってなりそうやな。あれ時間になったらベル鳴らすとかあるんかな。今12時13分ですけど、多分12時のチャイムみたいなやつは鳴ってなかったんちゃうかな。すごいわ。だからテンション上がるな。もう教会に別に入ってないし、僕全然スピリチュアルとかそういう宗教とかにはあんまり関わりがないんですけど、さすがになんか思います。すげえ、めっちゃ楽しい。非日常やん。今ミサっていうカトリックの儀式をやってる真っ最中みたいですね。皆さん座って儀式されてますね。この正面にはキリスト像がある。すごい、こう来てよかった。めっちゃ今旅行してる。なんか滞在じゃなくて今海外旅行してる。はい、今サントニーニョ教会の入り口にいます。こちらはフィリピン最古の教会みたいですね。ちなみに日本最古の教会は何県にあると思いますか？答えは長崎県にあります。長崎県長崎市の大浦天主堂っていうところが現存する日本最古の教会みたいですね。全然知らんかった。では中に入っていきます。すごいですよ。すごいです。なんかめっちゃすごい。こんな感じで座ってます。すごく神聖な雰囲気ですよね。1568年以降焼失して再建されて
破壊されて修復してと何度も再建を繰り返してきたそうです。この天井にも大きな壁画が描かれてありました。入場は無料で、特に服装のチェックとかはなかったんですけど、露出が過度になっちゃうような服装は避けた方が良さそうです。ノースリーブとかは避けた方が良さそうです。外はめちゃめちゃ賑やかだったんですけど、もうこの中に入ったら一気に静かな雰囲気になりました。めっちゃ落ち着きます。ずっと折れる。サントニーニョが祀られてる教会なんで、どっかにサントニーニョいるでしょうね。あれかなこれかもしれないですね。でもちょっと大人にも見えるな。皆さん銅像の前のガラスに触れて祈りを捧げてますね。でキリスト教の宗派でカトリックとプロテスタントっていう宗派があるのを皆さん聞いたことがあるかもしれないんですけど、その2つの見分け方の一つに聖母マリアが祀られてるかどうかっていうのが、見分ける方法の一つだとされてます。カトリックの方では聖母マリアは信仰の対象になるそうなんですけど、プロテスタントの方では、信仰の対象にならないので、聖母マリアが、教会に行って祀られてるかどうかでカトリックかプロテスタントかっていうのは見分けることができます。カトリックの方が、聖母マリアがある方です。で、1月の第3日曜日に行われるフィリピン最大級の祭りがシヌログフェスティバルっていうやつなんですけど、それセブ島で行われる祭りで、そのシヌログフェスティバルはサントニーニョを称える祭りだそうです。1月の第3日曜日あたりに来られる皆さん、シヌログフェスティバルっていうめちゃめちゃ大きい祭りがセブ島で行われるみたいなんで、もうイベントも楽しいですし、交通規制とかいろいろ制限があるかもしれないんで、もし1月のそのあたりに旅行される際はちょっと気にしていた方がいいと思います。サントニーニョ教会ありがとうございました。次はサンペドロ要塞に向かいたいと思います。水は絶対いるわ。もうセブ島ね、3月から5月っていうのは常夏のセブ島の中でも特に暑い時期らしいです。めっちゃ暑い。セブ島はこの信号がね、数字のカウントダウン方式なんで分かりやすい。助かります。すごいですね。セブ島歩行者信号ないとこがほとんどなんですけど、はい、ここはあります。交通整備ちゃんとされてます。で、あっこにジョリビーがあるんですよね。フィリピンのめっちゃ有名な、もう大人気の国民的ファーストフードチェーンで、マクドナルドが勝てないというファーストフードチェーン店みたいです。うわ、サンペドロ要塞行ったらジョリビー行こうかな。はい、渡ります。あっこにサンペドロ要塞ありました。で、この周りが、この周辺一帯が公園になってるみたいで、もう自由の広場って呼ばれてるみたいです。すごいな。ダンスの練習してる。小学生か中学生かな。うお、ここにもサントニーニョ祀られてんな。フィリピン国内最古の要塞みたいです。で、そもそも要塞っていうのは防衛のための拠点みたいで、砲台とかの設備とかが置いてあったり、兵士とかの生活のための環境が整ってあったりするみたいですね。おお、マゼランや。それにマゼランクロスを立てる瞬間、入った瞬間から
いろんな絵画が飾られてる。うわ、写真あるやん。写真もありますね。1920年のサンペドロ聖堂の写真がある。サンペドロ聖堂が建てられた年は1560年代ぐらいで、ね、織田信長と同じような年ですね。はい、中に入りました。入ったらね、緑がめちゃめちゃ多いです。公園みたいな感じで、上にあれ背泳ぎの時のどこを泳いでるかの目印になるような旗がめちゃめちゃ吊るしてある。大砲が置いてあった。本物なんかなこれ。こういう資料を読めるほど英語は堪能ではないので、ていうかもう日本でもそこまで読むタイプではないので、スイスイ進んでいきます。大砲が外に向けてありますね、いっぱい。中は要塞なんですけど、もう公園みたいな雰囲気になってますね。あの人は何をしてるんやろ。見張り役みたいな。最初飾りかと思ってたんですけど、人でした。要塞にしてはなんか低いよな。めっちゃ、もうこの壁僕の腰ぐらいでした。なんか外から撃たれるんじゃないかっていうイメージですね。要塞ってね、もうちょっと人が隠れてしまうぐらい壁が高くて、でその間から大砲を飛び出して撃つっていうのが要塞なんかなと思ってたんですけど、意外と低いです。17世紀ぐらいはイスラム教徒から身を守るために、この要塞が作られたみたいで、戦時中は牢獄とか捕虜とかの収容所として使われてたみたいです。もしかしたらこの中とかがね、捕虜とかを収容してた牢獄になるんかもしれないですね。すごい厳重な。これは何や？何やろこれ。当時使われてたんかな。洗面台みたいなとこがあります。当時使われてたにしてはちょっと新しいな。でこの要塞なんですけど、最初は木造だったらしいんですけど、17世紀にイスラム教徒の海賊が襲撃してくるっていうことで、石造石造りに変わったそうです。ちょうどこの方向に海が一帯広がってるんで、まあこの要塞からここからこの大砲を使ってバーンって撃ってたんでしょうね。綺麗なハイビスカスみたいなやつ、綺麗です。音楽奏でてる。めっちゃいい雰囲気。クリスマスツリーみたいなのもある。そうか、なんかフィリピンも常夏の国やからクリスマスは夏なんか。なんか夏のクリスマスやーって言ったらオーストラリアのイメージがやっぱ強かったんですけど、フィリピンもよう考えるとそうですね。キリスト教の国やし常夏の国なんで、夏のクリスマスやと思います。フィリピンのクリスマスは世界で一番長いそうで、なんとクリスマスモードは9月から12月までの4ヶ月間続くそうです。はい、サンペドロ要塞来てみた感想は、もう名前とか入り口とか見てみるとゴツゴツしたイメージがあったんですけど、実際に来てみたらもう中は緑生い茂ってて公園みたいになってるし、要塞の壁は低いし、で中音楽奏でてる人もおったし、思ったよりね、観光地というか公園みたいになってました。はい、めっちゃお腹が減ってきたんで、そろそろジョリビー行こうかな。さあではジョリビーに行きたいと思いますね。この顔印象的ですよね。もうなんて言ったらいいんやろな、もうジョリビー寄ってかないみたいなそんな顔してますよね。もうたまに見ると腹立つ時あるんですよね。ドライブスルーしていかないみたいな、ドライブスルーしちゃうみたいな顔してますよね。ナゲットも食べちゃいなよみたいな。ででーんどうぞ言うてるわ。なんか腹立つ。はい、行きます。
メニューはこんな感じで、もう価格帯もすごい安いです。でもう僕食べるもんは決まってて、ハンバーガーとフライドチキンとスパゲティを食べたいと思います。204、安い。さあメニューが届きました。食べていきたいと思います。ではまずチキンから食べていきます。いきます。辛いチキンにしたんでめっちゃうまい。うまいわこれ。最高。かぶりつけるし腹減ってるからもう最高やわ。胸肉みたいな部位やな。フライドチキンはいつでも味方ですね。うますぎるやろ。間違いがないもん。あ、やっぱ胸肉系やな。なんかあばら骨的なやつがあるわ。ゼロカロリー言うたらもうこれ絶対ゼロじゃないし。あ、うまいなこのコーラ。うまいわ。続いてパスタを食べていきます。ちょっと柔らかめのパスタですね。ミートスパです。あ、美味しいな。甘いミートのパスタや。うまっ。ジョリビーのミートスパみたいな味ですね。パスタを食べに行こうと思って食べる味ではないですけど、ジョリビーのパスタの味っていう味がする。多分フィリピンの人からしたらこのパスタが無情に食べたくなる時があるんやと思います。日本でいうスガキ屋みたいな感じかな。スガキ屋って全国区なのかな。関西だけやったりして、兵庫県だけやったりして、うまっ。見て、ウインナーもタコさんウインナーみたいなやつ入ってます。デリシャス。うまいっす。マジでうまいっす。204ペソやったよな。安すぎやろ。最高にうまかった。あとはですね、ハンバーガーもあるんですよ。ヤンバーガーっていうやつですね。見たって普通のハンバーガーで中を開けるとマヨネーズみたいなソースが入ってます。いただきます。うまい。シンプルに美味しい。何のソースかわからないですけど、ちょっともうマヨネーズみたいなソースとハンバーグ、鉄板。シンプルイズベスト。うまい。うまい。ヤミー。完食でございます。最高にうまかった。フィリピンの飲食店の手洗うとこなんですけど、この普通のハンドソープ以外にハンドサニタイザーっていうのがあって、もうめちゃめちゃ風呂場で使う塩素の洗剤、混ぜるな危険の洗剤の匂いがする強そうな洗剤も置いてます。うまかったわ。ありがとうな。次はセブン遺産記念碑に行きたいと思います。その子供バックパックなくしてるんですよね。フェンディ150ペソやって絶対偽物やん。ありがとうね。頑張ります、はい、M4 行きます。死ぬほどうまい。マジでうまい。はいどうも、ボブです。前半戦いかがでしたか？もしこの動画が役に立ったよ、面白かったっていう人がいらっしゃいましたら、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。それから後半の動画も見逃さないように通知ボタンもオンにしていただけると嬉しいです。それではまた後半の動画でお会いしましょう。バイバーイ。